こんにちは。アカデミアの富代です。今回のテーマは刈り上げです。前回紹介したウィッグを効率よく練習する動画で最後に練習する機会が多いのは刈り上げです。今回はソフトモヒカンを動画で紹介したいと思います。練習動画を見る前に刈り上げについて基本練習を少し説明いたします。皆さんは見よう見まねですでにできていると思いますが、もう一度ハサミや工具について振り返ってみましょう。まずハサミ、シザーズですが、正刃、あまり動かない刃、図の薄緑の部分です。そして銅刃、よく動かす刃、ピンク色の部分、これはよく使う用語ですのでぜひ覚えておきましょう。もちろんその他の名称、支点や親指を入れるリング、指甲、薬指を入れるリング、薬指甲などは自分の手や指に合ったシザーを選ぶときに必要ではありますが、普段親指を入れる穴と呼んでいる人も多く、それほど使いません。次にコーム、櫛ですが、刃先、刃元、峰、荒刃などはプロはよく使います。これらの呼び名を知った上で見ていただくと分かりやすいと思います。刈り上げはシザーズの基本的な動かし方ができていると上達しやすいと言えます。美容ではベリーショートや男性が美容室に来店されるようになってから刈り上げ練習も基礎練習として行うようになりました。基本シザーズの開閉の仕方は、正刃、薬指甲の刃は正刃といってあまり動かしません。逆に銅刃、母指甲の刃を主に動かし、シザーの開閉をします。特に刈り上げの場合はこの基礎がしっかりできてないと上達が遅くなります。普段刈り上げ以外のカットの時も指で挟んだ毛束を中指に正刃の刃先を軽く当てて、正刃がガタガタ動かないようにカットします。まず刈り上げ時に僕が使い分けている道具をご紹介します。コームは左からジャンボコーム、普段よく使うコーム、右の小さなコームとこの3本を使い分けます。シザーズも一番大きな7インチのビッグシザーズと普段使いの 5.5 インチのシザーズ、そして削ぎバサミ、セニングバサミです。次になぜ道具を使い分けるかについて軽く説明後、刈り上げスタイル動画を見ていただきます。はじめにカットで使うコームです。まずはジャンボコームと呼ばれています。このコームの特徴は刃の長さが長い、そして荒刃です。また峰のところに厚みがあります。ですから刈り上げを素早く切りたい時や長めの刈り上げをしたい時に使います。次にプロが多く使っているコームです。荒刃と三つ刃と長さのバランスが気に入っています。白色にこだわった点は刈り上げの時の出ている紙がよく見える点です。峰の厚さが3ミリ程度になります。次に小さいコームですが、右と左では峰の厚さと薄さが違い、右先に行くに従って細くなり、耳のそばなど細かいところが刈り上げしやすく使いやすいです。刈り上げの長さや細かな部分、薄く刈り込みたいなどいろいろなところによって使い分けております。次にハサミ、シザーズですが3本使用しています。大きなシザーズ、だいたい刃の長さが7インチぐらいの大きさです。大きいシザーズは毛束の量が多く切れ、粗切りの時に使います。刃先が長く大きい分、正刃を安定させるために小指掛けがついたシザーズにしています。コームとシザーズの関係ですが、こちらを使って刈り上げについて説明します。コームの刃元のところに正刃を平行にしてリズムカルに銅刃を動かせるように練習してください。紙をすくい上げた時、コームの刃元から出た紙を正刃で受け止めて銅刃を開閉して刈り上げます。ですから当初この動きを練習しましょう。次に一番多く使っているシザーズです。このシザーズは小指掛けをつけることができますが、この長さですと慣れるとつける必要がありません。逆に小指掛けがあることによってのデメリットが多くなると考えております。小指掛けがあることでシザーズをいろいろな角度から動かしにくくなります。刈り上げの長さの調整はコームの峰の厚さによって5ミリ、3ミリ、1ミリなどコームを使い分けることで調節しています。コームを持つ指などを頭皮に軽く当てて調節しています。動画を見ていただけたらその辺を説明しています。ジャンボコームは粗切りで多くの毛束を早く切りたい場合に使用しております。刃先が長い分、大バサミで大きく開閉できる分使いやすいです。また長めの刈り上げにも向いています。一番多く
使っているのは 5.5 インチ前後です。以前はもっと小さい刃先の短いシザーズを使っていましたが、刈り上げも早くでき、細かな部分も小回りができる最大限の大きさとしてこのサイズに落ち着きました。すきばさみも同じぐらいの大きさです。道具については指穴、メガネ穴は親指と薬指穴2つの穴が並列に並んでいるメガネのように作られています。またオフセットタイプ、親指と薬指穴がずれていて親指穴の位置がネジ寄りになっています。多くはこちらの方が使いやすいと思います。では基本を理解したところで刈り上げスタイルソフトモヒカンを作ってみます。ご覧ください。ここではまずガイドに向かってつながりとカット面がきれいな面として仕上がるように心がけてください。コームをきれいにスライドさせること、ハサミの正刃と胴刃を意識し、正刃をコームの峰と連携させてリズミカルに動かします。刈り上げ面を作り、角を落としながら曲面に仕上げます。この時左手の安定が重要になります。皆さん初めはウィッグを使ってカットをする練習が多いと思うんですけれども、ボックスボブ、長いのから短いの無駄なく使うっていうことで、今度刈り上げの練習をしていきたいと思います。ブロッキングの仕方は頭を四角く考えて、それの対角線上、基本のブロックに近い状態、頭をまず垂直に立てて床に対して平行にシェイプをします。ややバックセクションが心持ち下へ落ちるようなブロッキングを取ります。トップの部分のブロッキングをします。はい、このようにブロッキングします。例えば斜めスライス、横スライス、縦スライス、コームはスライスと同じことの意味になります。縦スライスの場合はコームを縦にしてこのようにカットしていきます。横スライスの場合にはコームを真横にして、これでこうリフトアップして切っていくと、横スライスでカットしたのと同じことになります。斜めスライスの場合はこのコームのこの峰が斜めに、カット理論上はこのコームがスライスラインと思っていただくといいと思います。あとは例えばコームのこの根元の厚さ、これの場合は4ミリぐらいありますか。この4ミリを地肌にピタッとつけて連動してカットしていくと、4ミリ以上は薄くは切れないです。ですから刃先をやや地肌から浮かして、この厚みに出てくる毛をずっとこう切っていくと4ミリの長さの刈り上げができます。それ以上薄くしたい場合には逆にこの刃の方が薄くなりますから、その薄い方を使ってカットしていくと薄く切ることができます。このコームよりももっと薄い感じに切りたい場合には、カット用のもっと先が細くなった薄いコームを使うと2ミリカット、4ミリカット、薄さを調整することができます。長めの刈り上げをする場合には逆に今度は手のこういうところの厚みを使って、これをガイドにずっと頭のラインに沿って自分の手を頭皮に当てて、このまんまこう上げていくと髪の長さを厚くして切ることができます。あとはいろんな切り方あるんですけれども、刃先をこう頭皮につけて、ここから出てくる毛をずっとこう切っていくと、この厚み分の長さが切ることができます。刈り上げは面の綺麗さで見せるスタイルなので、長さの調節っていうのはそのコームの厚さとか薄さで調節したり、または自分の手をガイドに調節したりして切っていきます。まずはこの場合も頭を四角と考えて、このサイドの四角のこの面から切っていきたいと思います。ではガイドを2センチぐらい取って、顔にコームを当てて、このコームのこの出たところより短くならない長さでガイドを作ります。これ以上短く切ってしまうと、カットラインが頭の丸みに沿って丸くするしかカットをする方法がなくなってしまうので、今回はまっすぐこの面を平面と考えて平面に切る練習をします。まず2センチのガイドラインを作ります。フェースラインにコームを当てて、長さを確認してから、はい、このようにカットします。あと何ミリ切ろうかということを確認してから、自分がイメージする長さにカットします。
はい、このケースの場合もここのガイドに向かってこの刃先をそちらの方に向いていくようにリフトアップさせてカットしていきます。まずは横スライスのカットラインで刃先をガイドに向けてこういう感じにカットします。ハサミも今回は少し大きめを持ちました。大体の形粗切りする場合には大きい工具で切った方が仕事が早いと。ですから道具もカットデザインに合わせて大きさを選ぶといいと思います。刃先をガイドに向かって切ったら前からここの面に向かってちゃんとこれが切られてるかどうか確認します。はい、そうしましたら反対側も同じようにガイドラインを 1,2 センチ取ってガイドを作ります。両サイド同じかどうかを確認して、あと何ミリこちらを切るとこちらのサイドと同じになるかを確認してから求める長さに切ります。ではこちら側も刃先をガイドに向かって切っていきます。耳周りは薄めに切ります。前から見てここのところに少し直線ラインに切れてないような場合には、今は横スライスで切ってましたけど、それを斜めスライスに近いような感じにこういう感じにコームを当てて切ってあげると、下のガイドと上のガイドを一緒にコームで引き出すことができるので、頭を四角く考えて横の部分を切り上がった状態です。今度はこの横の面に対してバックの四角の部分、ここの中心部分をカットします。はい、中心部分をだいたい切っておきます。これを一つの目安にこういう頭の丸みに切っていかなければいけないので、スライスラインでいう斜めスライスでこのシルエットライン、モヒカンラインに対してこう斜めに切っていって頭の丸さを出していきます。で今度はある程度こう長さがありますので、こちらの左手、コームを持った左手を軽くここの頭皮に当てて、それをガイドにスライドさせて切っていくと、ある程度長めのこう刈り上げができます。ここの部分を頭皮に当ててガイドにすることによって、このコームがぶれなく安定してスライドさせることができます。カットラインは綺麗ではありませんけれども、この真ん中のラインを決めてそこに向かって丸くカットして大体の形が出来上がりました。反対側も同様に、こちら側このセンターモヒカン部分に向かってこういう形でカットしていきます。時々横から見て汚い面がないかをチェックしながらカットを進めていきます。このバックセクションをもう少し正確に馬蹄形に切ります。
こちらの面も馬蹄形に切ります。サイドの部分とバックの部分をつなげていきます。もっと面をきれいにするために細かいコームでやっていきます。シザーを短いのに変えて細かい部分のチェックに入ります。大体できましたのでトップ部分のカットに入ります。トップセクションはこのサイドに合わせて顔を正面に向けたら、それに対して横のこのカットラインに合わせてスライスを取ります。そしたらセンター、切れる毛はこちらに寄せてカットします。はい、反対側も同じように下の馬蹄形のガイドラインに合わせて切れる毛は全部両サイドに引いてカットします。バックセクションもこのように馬蹄形にカットしています。トップの長さを決めます。自然に毛が前方向後ろ方向に分かれるちょっと前あたりを基準に、そこにこう横スライスでガイドを作ります。前頭部と後頭部を分ける部分にこのようにワンパネル取ります。取ったら横に引き出してこのセンター部分の長さをこう決めます。これをガイドに後ろの毛全部まっすぐ、頭を垂直にしてまっすぐ真上に持ち上げてカットします。これはモヒカン部分、徐々にこう放射状に回っていく感じで切れる毛があったら、髪の毛を垂直方向上方向にこうシェイプをしてカットします。はい、今度は真ん中のモヒカン部分のガイドを作ります。はい、モヒカン部分をこう取ります。このモヒカン部分が取れましたら、ここから見て心持ち前が短くなるようにカットします。ほんの少しですけどやや前下がりにカットします。今度はこれをガイドにセンターで分けて、それをガイドにこのガイド、今までのガイドはここだと思うんですけど、こことこのセンターを結びます。はい、次のセクションも結びます。はい、次のセクション。はい、バックセクションは真後ろから見たときにこちら側にやや引き気味でつなぎます。前方向に引くことによってこの真ん中モヒカン部分が長くなってきます。こちら側も同様に
バックセンターも真半分に分けて、これでセンターが長く、こういう感じに真ん中が長く徐々に真ん中方向へ向かって長くカットしてあげることで、ソフトモヒカンではないですけれどもセンターに集まりやすくなります。一番初めのブロックで切ったここの部分が平らになっているので、これはこの鼻の先に向かってここのゴールデンポイントを結んだ顎と耳の付け根を結んだライン、ここがゴールデンポイントなんですけども、ここが真正面から見た時に一番ボリュームのあるシルエットラインになります。そのシルエットラインから今はスクエアに切られているので、鼻の先に向かってここのところを自然に落として切ってあげます。そうすることで顔に馴染んできます。今ここに直接厚みがあると顔に馴染みがないので、そこの部分を落とします。はい、こちら側を薄く切るためにこの厚みを落としていきます。はい、このように落とします。ではこちら側も同様にこのセンターモヒカン部分に向かってここを少し R に取ります。正面から見てこの頭の丸さに向かってここを落としていきます。その丸みに向かってここのところを落としていきます。反対側も同じように丸く取ります。取って頭の丸みに沿ってカットします。ここの頭の丸み、このような丸みに沿ってカットを両サイド今しました。この鼻の先端に向かってこういう感じに肌に対してこのカットラインが溶け込むようにカットすることでより顔に馴染んでいきます。そぎっていうのもカットラインと同じように中心が長くなるようにこちら側からサイドから中心に向かって毛先を中心にでいきます。こちら側の反対側も両サイドから削いでいきます。はい、こちらも中心に向かって前の方も中心に向かって削いでいきます。こちら側も中心に向かってあとこの刈り上げた部分とそこをなじませるように中心に向かって長くなるように毛先から中心に向かってそぎを入れていきます。バック部分も刈り上げ部分から上の部分に向かって毛先が薄くなるように削いでいきます。
では図解で見てみましょう。コームとシザーの関係については前半で説明しました。最初に徐々に長くして刈り上げたい場合、初めにガイドを決めて、そのガイドに向かってコームの刃先を向けます。コームの峰を頭皮に軽くつけてリズミカルに刈り上げます。まずサイド面をボックスの面をイメージして平面に刈り上げます。次に反対側も同じように刈り上げた後に左右対称かどうか確認します。切れていたらバックセンターに移ります。バックセンターの部分、横から見た時のシルエットライン、モヒカン部分に当たる部分を上のガイドに向かってコームの刃先をガイドに向けて刈り上げていきます。その後センターの刈り上げ部分、モヒカン部分に向かって襟足からセンターに向かって頭の丸みに沿ってコームの峰を軽く頭皮につけて刈り上げ、頭の丸さを作っていきます。両方の襟足部分が左右対称にできたら、サイド面からバックの中心部に向かって刈り上げます。長めに刈り上げをしたい場合、コームの峰の厚さを利用する場合とコームの刃先を利用したり、また動画で説明しているようにコームを持った指を頭皮に軽くつけてコームを浮かせて刈り上げたりして調節しています。いずれにしてもコームとの正刃同刃の動きの基本が大切になります。その後トップの部分はセンターで分けてサイド部分とつなぎ、バックのトップ部分へとカットしていきます。その後前髪の長さを決めてからトップ部分の前頭部と後頭部の分かれる付近で横スライスに取りガイドを作ります。バック部分はバックのトップ部分を髪を立ち上げた時に綺麗な頭の形になるようにカットして、髪が立ち上がりやすいようにセリングバサミでカットします。そして前髪とバックのモヒカンガイドでガイドを作り、モヒカンガイドに向かってサイドの流れからトップモヒカンガイドに向かってカットします。前髪フロント部分は少しカーブに分け取り、顔表面からバックサイドに向かって丸みをつけます。この図のピンクの部分、顔周りは刈り上げの厚みは0度です。耳上付近に向かってぼかし、立体的に奥行きをつけます。あとは全体のバランスを取り終了になります。以上になります。刈り上げをするにあたって基本的なシザーズやコームの名称など改めて知ることになりました。またコームとハサミ、正刃と同刃などの使い方、普段何気なく行っていることですが、何をするにせよ基本の大切さを改めて感じました。次回はすきばさみ、セニングについて深掘りしたいと思います。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。